皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカのポンペオ国務長官が中国がウイグル自治区においてジェノサイド、民族大虐殺を行っていることを認定したというような報道がありました。このことからわかること、そしてそのことが今後のアメリカ政治にどのような影響を与えていくのか、その点について今回は解説を行っていきます。今、アメリカにおいては政権移行が行われようとしているわけですが、その政権移行によって米中冷戦の行方がどのように変化しているのか、今回の私の解説を聞けばその点についても理解を深めることができると思います。それでは退任を間近にしたポンペオ国務長官がどのような仕事を最後に残していったかを見ていきましょう。ウイグル族弾圧を民族大量虐殺と認定、ポンペオ国務長官。ポンペオ国務長官は19日、中国新疆ウイグル自治区のウイグル族や他の少数民族に対する同国政府の弾圧をジェノサイド、民族大量虐殺と認定した。トランプ大統領退任を翌日に控え、米中関係の緊張を一段と高めた形だ。ポンペオ長官は声明で、ジェノサイドは進行中だと考えられ、中国共産党政権がウイグル族を破壊する組織的な試みを我々は目の当たりにしていると指摘。中国指導部は弱い立場にある民族的、宗教的少数派に対し、同化政策と最終的な抹消に取り組んでいることを明白にしていると断じた。その上で、新疆ウイグル自治区での強制不妊や無期限拘束、強制労働に言及し、関連する司法組織がその責任者を追及するよう求めた。トランプ政権はウイグル族の扱いをめぐって何度も対中制裁を講じており、認定は広く予想されていた。バイデン次期大統領が20日に就任するため、ポンペオ長官による決定の即時的な効果は不明。ただ、中国の行動に対する厳しい追加措置について、アメリカ議会でもバイデン氏の政権移行チームでも超党派で支持が高まっている。ワシントンの中国大使館は、アメリカの声明は新疆ウイグル自治区に関する中国政府の政策を根拠もなく攻撃し、意図的な中傷を図っているとする声明を発表。国際法及び国際関係を規制する基本的規範に対する重大な違反であり、ジェノサイド疑惑には全く根拠がないと主張した。中国側は根も葉もない中国政府に対する批判だとしているわけですが、しかし、もはや一般的な報道としてウイグル自治区で行われている強制労働問題や洗脳問題というものは報じられており、これを全く存在しないとする中国政府の言い分には信憑性が全くありません。国連における調査報告によっても、中国政府はウイグル自治区などで最大100万人のウイグル人を職業訓練所という看板のある施設に拘束し、彼らの思想や行動といったものを中国共産党にとって都合の良いように作り変えていることが報告されています。日本では積極的にこれが報道されていないという問題がありますが、海外の報道、例えば BBC などでは、イギリス駐在大使を番組に呼んで、この新疆ウイグル自治区問題について積極的に説明を求めたりするなど、この問題に対する批判報道というものは絶えません。それでは、ポンペオ国務長官のその次にあたる人が、どのような考えを持っているか報道を見てみましょう。アメリカ新国務長官候補、中国に強い立場で臨む。上院で公聴会。20日に就任するバイデン新アメリカ大統領が示した新政権の外交・安全保障関連の閣僚や高官の承認に向けた初めての公聴会が19日、上院の各委員会で開かれた。公聴会で証言したのは、国務長官候補のアントニー・ブリンケン氏、国防長官候補のロイド・オースティン氏、国土安全保障長官候補のアレハンドロ・マヨルカス氏、国家情報長官候補のアブリル・ヘインズ氏、いずれも就任には上院での承認が必要となる。ブリンケン氏は、上院外交委員会に提出した書面証言で、現在の世界を取り巻く課題について、国家主義の台頭と民主主義の後退、中国やロシアなどの権威主義国家との対立激化などを列挙した。また、安定して開かれた国際システムへの脅威が増しているとも指摘し、これらの課題への対処には、アメリカの指導力が引き続き重要になると強調した。さらにブリンケン氏は公聴会で、アメリカにとって最も重大な外交的懸案は中国だと明言。トランプ政権が中国に対して展開した厳しい政策について、方法には同意しかねるが、正しい取り組みだったとの認識を明らかにし、新政権でも中国に強い立場で臨んでいくと表明した。台湾情勢をめぐっては、
台湾の自衛能力の確保に向けて新政権が永続的に関与すると強調。台湾が国際機関でより大きな役割を果たすことにも期待を表明した。一方、新国防長官に指名されたオースティン氏は、上院軍事委員会の公聴会で、中国に決して軍事的な優勢を与えないと明言し、日本などを念頭に、インド太平洋地域での同盟関係を修復していくと強調した。まず最初に言っておかなければならないことは、ポンペオ国務長官の今回のジェノサイド認定というのを見て、もう退任するんだからこんなことしても意味がないやと思われている方がいるとしたら、それは大きな間違いです。一体このことがどのような意味を持っているのか、それは一度行ったこうした認定というものを次期政権に変わったとしても、これを覆すことは非常に難しいということが大きな重要な意味を持ちます。なぜならば、今回のような認定というものをもしも撤回するのであれば、中国が新疆ウイグル自治区でやっていることを認めるのかということにつながってしまうからです。このようなことをするのは政治的においてもアメリカでは今できるような状態ではありません。なぜならばアメリカにおいても民主党であろうと共和党であろうとどちらの党においても中国が国内において人権抑圧、人権弾圧を行っているということはそれ自体はもう共通認識だからです。そしてこの中国に対する認識というのは別に議会における共通認識だけではなく、その議員を選ぶための国民たちの認識も全く同じだと言えるでしょう。トランプ政権の4年間の間にはトランプ大統領は中国を一貫して批判し続けてきました。中国はアメリカの雇用を奪い、そして富を奪っている。こうした主張に多くの国民が賛同してきました。このこと自体にアメリカの国民が反対しているといった声はほとんど見当たりません。もちろん構造上においては、アメリカの企業が中国に工場を建てていたのだから、双方にとって利益があったのだという見方があることは確かですが、しかし一方において、だからといってアメリカだけが一方的に富を得ていたわけではないことは中国企業の発展からも明らかです。そしてトランプ大統領の言っていた中国に対する批判に賛同する声が強かったからこそ、アメリカの議会においては民主党共和党が超党派という形で中国に対する批判声明や制裁、さらには台湾への支援というものを一貫して進めることができてきたのです。中国の脅威という問題について認識が不一致であったならば、それこそ台湾への軍事的な支援というものは一切はかどらなかったでしょうし、中国に対する経済的な制裁などについて実施することは叶わなかったでしょう。アメリカの国民、そして議会においても中国に対する警戒感が非常に強いという認識が共有されていること、そのことを証明するには、つい最近行われたアメリカ大統領選挙についても、この流れというものが明らかにありました。トランプ大統領と反対側の民主党の予備選挙において、ジョー・バイデン氏が最終的には勝つわけですが、彼は最初から優勢だったわけではありません。特に初期においては彼はこのままだと撤退するかもしれないということを言われていたほどでした。その当時のバイデン氏には一つ大きな問題がありました。それは中国に対する批判が明らかに弱かったです。予備選挙のその序盤においてはバーニー・サンダー氏といった社会主義者とも言われるような人たちがむしろ人気が先行していた状態であって、バイデン氏は巻き返しを図る必要がありました。その巻き返しを図る戦略の中には中国に対して強く出るということが一つ大きな命題となりました。これは明らかに民主党の支持者においても中国に対して弱腰の候補者などいらないという声が強かったからです。そのため予備選挙が進むその展開においては、だんだんと発言は中国に対してはより強い方向へと引っ張られ、そしてまるでトランプ大統領と似たようなことを言い始めるようになりました。例えばトランプ大統領の言っていたアメリカに製造を戻すといった話や、アメリカ国内で製造されたものをアメリカの政府機関などが買い上げる、そうしたことをバイデン氏も積極的に自分の意見の中に取り組んでいったのです。これらの動きというのは明らかに支持者らの突き上げがあったからです。このようにトランプ政権下において中国に対しては批判的な意見というものが国民レベルにおいても議会におけるレベルにおいてもどちらも共通認識となってきている中で、ポンペオ国務長官が新疆ウイグル自治区で大量虐殺が行われているという認定をするということは、政権が変わったとしてもそう簡単に覆せるものではないことを皆さんもご理解できるでしょう。しかし覆しにくいことと実際に覆せるかどうかというのはイコールではありません。ですから新しい閣僚らのメンバーが中国に対してどのような認識を持っているか、どのような強い発言をするのかという発言そのものではなく、
今後じゃあどう行動するかといったことが非常に重要になるのです。そして行動という意味においては、バイデン氏には一つ大きな問題があります。トランプ大統領の進めていた中国に対する圧力というものをまずアメリカ自身が行うことを非常に重要視していました。一方でバイデン氏はそうした一国だけが先行する形ではなく、多国間連携をもって中国に当たるべきだと主張しています。この基本方針そのものが中国への制裁が緩むという危険性を大いにはらんでいるのです。バイデン氏はオバマ政権下における副大統領でしたから、中国に対しては放置するというのが基本方針だったという時代があります。また先ほども述べたように、大統領の予備選挙においても、その当初においては中国批判というものが非常に弱かったことがあります。ですから、心から中国に対して強い制裁をかけたいという政治信条を持っているとは思えない人物です。そのような人物が多国間連携を取った時に、果たして中国に対して今よりもはるかに強力な制裁などに出るでしょうか。私は非常に疑問です。というのも、多国間連携をする場合においては、例えば有力者であれば、当然のように G7 のヨーロッパ各国の名前が挙がることでしょう。しかし、ヨーロッパは対中政策という点においては、決して強い当たりをしているわけではありません。EU の国々というのは人権問題や領土拡張の野心については批判を行っています。しかし一方においては中国との経済交流の拡大についてはやめる気はありません。そんなバカなと言われる方には、それこそ私の以前の動画をぜひともご覧ください。EU が中国との投資協定の合意したことや、また貿易額という面においても、EU にとっての最大の貿易相手国がアメリカから中国へ変わったよといったニュースなどについてはぜひとも今のヨーロッパの動きを知るのに非常に良いニュースです。そして EU を引っ張っている国といえばドイツとフランスです。フランスは非常に外交がしたたかであることはすでに知られていますが、一方でドイツというのは中国に対してべったりくっついている国だということをこれまでも何度となく動画にしてきました。例えばドイツのメルケル首相は中国の習近平国家主席との会談というものを非常に多く重ねてきた政治家です。彼女が会談でどのようなことを話し合っているかといえば、国際的な評価として言えば人権問題については批判する。しかし会談全体として考えればそれは非常にわずかだという評価になっています。例えば人権問題について5分批判したとしましょう。その間習近平国家主席は黙って聞いているとします。そして5分後、さあこれは挨拶に過ぎません。この後はビジネスの話をしましょうと言って、その後延々と1時間でも2時間でもビジネスの話をする。そのような政治姿勢というものをメルケル首相は持っている面があり、決して中国に対する批判というものが本腰でないということを表しています。そもそもヨーロッパ各国は中国との間に軍事的な問題などは発生していませんし、もちろん領土拡張の危険にもさらされているわけではありません。ですから人権問題や領土拡張の野心を中国が持っていることに関して批判はしますが、その批判以上の面においてビジネスにおいては利益を得たい国々です。このようなヨーロッパ各国が人権問題などで批判することには声を合わせることができる。一方において中国に対しては経済的な制裁などに取り組む気がないという姿勢というのは、まさに中国共産党にとっては非常に都合の良い構図なのです。トランプ政権下においては中国に対して経済的な面においても制裁を行いましたし、また人権問題などについても少しずつ強化する方針を取り続けてきました。そしてどちらの方に重きを置いていたかといえば、それは経済問題において中国の成長を阻み、それによって中国の勢いというものを落とそうとトランプ大統領はしていました。しかし、ここまで述べてきたように、バイデン氏が多国間連携に舵を切った場合においては、中国に対する経済的な制裁の手というものがそれこそ緩むこととなります。なぜならば先ほども述べたように、EU 各国はそれぞれが経済的な拡大についてはやめる気がないのですから、話し合えば話し合うほど中国に対する経済的な圧力というのは弱まり、一方においてはみんなで合意できる部分、人権問題についての批判声明などはより強くなるということになります。つまり、見た目上においては批判として一致することはできても、実害という意味においては、はるかに中国共産党にとっては弱くなるのです。そして経済的な面における制裁が緩むということは、中国の経済が再び勢いを盛り返すこととなります。
経済力というものはそれこそ軍事力の拡張であったり外交力への転換などに生かされることとなりますし、そのことがまた中国共産党の国内における支配力の強化へとつながります。軍事力の増大については特に説明をする必要はないかとは思いますが、中国の軍事費というものは拡大の一途をたどっており、その拡大する一途において装備を更新し、より質量を高めていくということができます。また、外交力に転換するとは一体どのようなことかといえば、それは小さい国々などに積極的にお金を渡すことによって彼らを味方につけることができます。このことは国際機関などにおいて一国一票という制度であればあるほど中国に利することとなります。それによって国連の各機関などにおいて中国の推す候補者がその責任者になるといった形で中国に忖度したり中国に有利な裁定などが繰り広げられるという形として現れます。以上のような構図の変化によって中国に対する批判声明などが国際協調においてより強化されることが考えられますが、一方においては実害が減るという意味において経済的な制裁というものが緩む可能性は非常に強いのです。ですから、見た目上の行動ベースにおいて国際的な批判などが高まっていたとしても、実際に中国共産党にとってどれだけ実害を与えるものかというのはよくよく見ていかなければなりません。でなければ米中冷戦のその行方がどのような方向に向かっているのか、その判断を見誤ることとなります。皆さんは私の解説を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。